収穫時期にはベストです。今回使用する機械がこちら。かぼちゃを再販いたします。皆さんこんにちは、さおりです。今日からいよいよ小豆の収穫が始まります。この私の後ろに見えているのが小豆畑なんですけど、今年は作付け面積が全部で約7ヘクタールあります。もともと緑色だった畑が葉っぱが枯れて全体的に茶色くなってきたら収穫の目安です。といってもうちの畑は結構ね、まだ葉っぱが残っている方で青々しています。あまりね、青々とした葉っぱが多いとまだ乾いていないので、収穫の時に収穫機に絡まってしまったりっていうことにもなりかねないんですけども、結構ね、小豆自体はもういい色をしていて、こんな感じでね、茶色くしっかり乾燥しています。中を見てみると、じゃん。おー、いい色。こんな感じで濃い赤色になっていったら収穫時期にはベストです。これが早すぎると赤色が薄かったり、収穫が遅くなってしまうと今度は黒っぽくなってしまいます。本当はこの緑色の葉っぱが全部枯れて、もっともっと畑がね、茶色くなるくらい枯れてくれた方が収穫しやすいんですけど、もうね、実が出来上がってきていて、これ以上放っておくと黒くなってしまう可能性もあるので、収穫をね、していきたいと思います。ということで、今回使用する機械がこちら。汎用コンバインです。今回、この収穫機を使用するのが初めてです。というのも去年までは収穫をね、委託でお願いしていたので、自分では買っていませんでした。なんですけど、今年は収穫をやってみようと思います。昨日まで私がかぼちゃの選果作業を行っていたので、その間に鍛冶職人が、こちらの小豆の収穫を進めていました。なので枕を掘り終わって、割とね、進んでいる感じです。早速私も乗ってみました。左手のレバーで全身交代を行い、右手のレバーで刈り取りの高さや向きを調整します。小豆は茎ごと全部収穫して機械の中で脱穀を行います。実だけがタンクに溜まって、茎や鞘など残った部分は後ろから排出される仕組みです。これまでの他の作物の収穫機と比べると、コンバインは操作がシンプルで、機械自体もコンパクトなので運転しやすいです。ただ、小豆が倒れているところでは、畝のラインが見えにくく、まっすぐ走るのが大変でした。ずれないように集中して操作しています。コンバインのタンクがいっぱいになったら、タンクからコンテナへ小豆を移します。リモコン操作でタンク全体が持ち上がり、タンクの中身を出すための排出口が自動で出てきます。機械自体がコンパクトなのでコンテナにも近づけやすく、スムーズに小豆を入れることができました。はい、今ね、初めて収穫機に乗ってみました。今まで初めて収穫機に乗るものは最初難しくて苦戦するんですけど、今回はね、割とうまくいった方なんじゃないかなと思います。どうしても他の収穫機は牽引でハンドルをね、操作するのも難しかったりとか、いろいろややこしかったんですけど、今回のね、小豆の収穫機に関してはかなりコンパクトで操作性も良くて、難しいことがそんなにないのでやりやすかったです。ただね、こうやってね、
しっかり小豆が立っているところであれば畝が見えてやりやすいんですけど、小豆が倒れてしまっているところは本当にね、どこを走っているかわからなくなってしまうので、そこが難しいところですね。ここで皆さんにお知らせです。以前好評いただきましたかぼちゃを再販いたします。今回はホームページとメルカリショップで販売させていただきます。さらにですね、かぼちゃ6玉入りともう一つ野菜セットの販売を行います。内容としてはかぼちゃ、じゃがいも、玉ねぎです。そして今回からなんと新しくちゃんとした段ボールができました。今まではステッカーをね貼ってたんですけども、ちゃんとデザインが印刷されたものをついに使用することができます。なので今回からはこちらのね新しい段ボールで発送させていただきます。どれも北海道十勝で採れた美味しい野菜なので、ぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、改めてこちらのコンバインを紹介しようと思います。まず特徴的なのはこのタイヤですね。なんて言うんですか、このタイヤ。お米農家さんとかも汎用コンバインを使用するかと思います。水田とかだとまたちょっと違うのかなと思いますけど、こういう感じの見た目ですよね。で、ここが刈り取り部分です。実際に刈り取っていくのはこっちの部分ですね。ここが回ってこの中にね小豆を茎ごと巻き込んでいく感じなんですけど、これはね結構小豆が倒れていたりするので、それを起こすためについています。なので起こしてそれをこの中に吸い込んでいくと、そのままこの中に吸い込まれていくという感じになります。はい、結構ねやっぱここでどうしてもね、詰まってしまったりっていうことはあるんですけど、小豆が倒れてしまってるので多少しょうがないかなと思います。そしてここを通って脱穀が行われ、で茎の部分だったり鞘の部分はこの下の部分から排出されます。でここにね実だけがたまるようになっています。今は空っぽなんですけど、ここから見ることができます。小豆の収穫が始まると秋だなっていうのをすごく感じますね。今年はね7月は暑かったですけど、もう8月中旬くらいかなにはだいぶ暑さも収まって、こうね芋の収穫、だいたい8月下旬くらいとか、2年前はすごくねその時期が暑くて30度とかになったので、小豆がね二次成長を始めてしまって、せっかくね枯れたのにまた上の方に鞘がついて緑色になってっていうね、なんかこれいつ収穫したらいいんだろうなんてこともあったんですが、今年はねちゃんと上から下までしっかりね収穫に適した乾燥した色をしています。こんな感じでねだんだんになってるんですけど、うちはね植えるのが遅くて下苗が今回はあまりなっていないので、収穫の時そんなにギリギリにしなくても別にしっかりね実は収穫期に入ってくれるっちゃ入ってくれるんですけど、今年からねちゃんと下の方もギリギリまで枯れるように気をつけるようにしています。買った後はこんな感じです。だいぶ綺麗に枯れて、こうねロスもないように感じますね。うまくいっていないと小豆のね実が
落ちていることがあるんですけど、全然落ちていないので上手に刈れているのかなと思います。はい、あと残り1本でここの畑は終了です。なんとか今日中に終わるっていう感じですね。朝もなんですけど、夜も梅雨の影響で小豆がねどんどんねしけってきてしまいます。そうなるとね、コンバインが飲み込みづらくなったり、収穫後もカビの原因になってしまうので、あんまりね朝早く買ったりとかはしないようにしています。ここの収穫が終わったらコンテナに小豆を入れて乾燥にかけるという形になります。今日の収穫は終わりにして、牛舎に持ってきて乾燥にかけています。これね、殻とかがね入ってしまうんですけど、まあ多少はしょうがないかなという感じで、今年は干ばつの影響なのか収量がね結構少なめでした。今日収穫した畑がだいたい2ヘクタールなんですけど、コンテナが3基できました。収量的にはそんなに良くないです。豆もね今年はちっちゃいみたいで、まあ確かにそんなに大きくないかなって感じ。色はいいんですけどね。今日はこの牛舎で、しっかりね乾燥にかけておきたいと思います。で、明日はもう1枚の4ヘクタールの畑を収穫していきます。おはようございます。今日も小豆の収穫をしていきます。で、昨日ね2ヘクタールの方終わったので、今日はもう1枚の4ヘクタールです。4ヘクタールの方はちょっと農場からね離れているので、今ねここまで収穫機コンバインを持ってきて、後でねコンテナをトラックに乗せてこっちに持ってくる予定をしています。まあ他の作物と同じようにまずは枕の収穫から始まるので、今行っている最中です。今日はあいにくの曇り空で、だいぶね朝も梅雨でしけっていたので、刈り取りの開始時間が結構遅かったです。9時くらいまで様子を見て、そこから刈り始めました。こっちの小豆は昨日の畑と比べるとかなりね倒れているので、収穫が結構難しいと思います。どんくらいかかるかな。うちで育てている小豆は北ロマンという品種です。6月に植え付けを行い、毎年10月頃収穫になります。このコンバインは2畝ずつ同時に収穫ができます。小豆は倒れやすい作物なので、思ったより時間がかかってしまって、全部収穫し終わるまでに1週間ほどかかりました。小豆は連作障害を起こしやすい作物のため、なるべく輪作の間隔を空けた方がいいと言われています。来年からは豆類を7ヘクタールほど栽培する予定ですが、今年から始めた大豆の作付け面積を少し増やして、できるだけ輪作の間隔を空けて栽培していこうと考えています。無事に小豆の収穫が終わりました。もうね収穫が終わってだいぶ経ってしまっているんですけど、今回初めて汎用コンバインを
使用して、だいたい約7ヘクタールを終わらせるのに1週間ほどかかりました。結構小豆が倒れていたので大変だったんですけど、無事に終わってよかったです。そして動画の途中でもお知らせしましたが、野菜の販売を行います。今回ホームページとメルカリショップ2つで販売を行いますので、概要欄の方からチェックしていただければと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。